派遣2日目の朝、パニック発作が起きました。たった1日出社しただけで体が拒否してしまったんです。残念ですが、これが私に起きた現実でした。出社初日の前日は5年ぶりに外で働く緊張と興奮でほとんど眠れませんでした。忘れ物はないか、バスの時間は大丈夫か、駅から会社まで迷わないか、途中で寄れるコンビニはどこか。頭の中でいろいろシミュレーションしながら家を出ました。その時はまだ、きっと大丈夫、ここからまた普通に働ける、そんな未来を想像していた気がします。そして初日を終えた帰り道、駅に向かって歩いていると、まるで耳に膜が張ったような感覚になりました。帰宅ラッシュで人があふれている中、周りの音がどんどん聞こえなくなって、頭の中に白いもやがかかり、音とともに感情みたいなものが体から抜けていく気がした。今日は入社初日から翌朝退職を決断するまでに私の中で何が起きていたのかをお話しします。応募の翌日、派遣会社から電話がありました。登録を済ませるとすぐに社内選考に入り、さらに翌日には紹介が決まったと連絡が来ました。面談はオンライン。5年社会と距離を置いている間にそれが当たり前になっていたんですね。白いシャツを着て自宅のダイニングテーブルのパソコンに向かって話す。自分が少しおかしくもありました。でも同時に社会に一歩戻れたと小さな達成感もありました。そして出社日は月曜日に決まりました。今日は金曜日、残り2日で長い休みが終わるんだなぁと少しだけ感傷的になったのを覚えています。ただ本来あるはずの職場見学はなし、初日の同行もできないそう。今思えば小さな違和感でしたが、その時は全く気にしていませんでした。余裕を持って出社したので、30分前には会社に到着しました。全体の朝会が終わり、部署のミーティングに参加しました。自己紹介を終えた直後、少々空気が悪くなるような事態に。私は社会人経験も長いですし、どの職場にもいろんな人はいる。そんなの当たり前のことなので気にしないことにした。マニュアルはなく、忙しい中、一つ一つ口頭で教わる状況でした。出社してから初めて時計を見たのは2時頃でした。朝から電話がひっきりなしになり続けており、最初は見守っていましたが、ほぼ一人しか電話対応していないことに気づき、これは初日でも出た方が良さそう。勇気を出して受話器を取りました。久しぶりの電話対応。相手の言葉を聞き取るのに必死で、間違えないよう慎重に確認しました。気づくと、今度は私だけが電話に出ないといけない空気になっていました。当然私宛ての電話は一本もありません。すべて各担当者に伝言し、入力しなければならないものは教わりつつ、また電話に出てを繰り返しているうちに4時になっていました。私の就業時刻は5時、休憩はもう諦めていました。それに気づいた社員さんが少しだけでも休憩に行ってきてとおっしゃったので、30分だけ外の空気を吸ってコーヒーを飲んで戻りました。5時を少し過ぎて退勤、やるべき業務にはほとんど触れられなかったけれど、初日はこんなものだよな、と自分を納得させて会社を出ました。大きなトラブルがあったわけではありません。怒鳴られたわけでもない。
理不尽な命令を受けたわけでもない。でも駅に向かっている途中気づいたんです。うるさいはずの周りの音が聞こえづらい。バスに乗ると頭の中に白いもやがかかっている感じがしました。そして自分の感情がどんどん遠くへ行ってしまうような、そんな感覚があり、静かにでも確実にじわじわと体を侵食していくようでした。帰宅してから夫に何を話したのかあまり覚えていません。最後の力を振り絞って夕食は作りましたが、昼食もとっていないのに食欲は全く湧かず、むしろ吐き気がして一口も食べる気になりませんでした。初日だから疲れただけ、ブランクが長かったから、そう思っていました。結局一睡もできず翌朝を迎えました。昨日の朝以来何も食べていませんが、当然朝ごはんは受け付けません。困ったなあ。そう思っていた矢先、強い動悸が始まり、息が苦しくなって涙が止まらなくなってしまいました。そう思った瞬間確信しました。これはパニック発作だと。どんなに合わない職場でもさすがに一日で辞めたことは一度もありません。会社のことをまだ何も知らない状態では判断できないはず。自分の中ではありえないことです。でも今回は体がはっきり無理と言っていました。この時はなぜ体がこんなに拒否しているのかよくわかりませんでした。夫と話し合い迷いました。続ければなれるかもしれない。でもまた自分の気持ちや体調の悪さに蓋をして働き、病気が再発したら取り戻すのにとても時間がかかることを知っています。結局、始業前に退職の連絡をしました。そして私は半年ぶりに病院へ向かいました。これがたった一日で仕事を辞めた理由です。私はこれまでの人生で早期退職したことは一度もありませんでした。かつては人事として採用に関わり、長く働ける環境を考える側だったこともあります。そんな自分がたった一日で逃げ出す側になるなんて。だからこそ今回の決断は正直自分でも受け入れるのに時間がかかりました。怒鳴られたわけでもないし、決定的な出来事があったわけでもない。それでも私の体ははっきりと限界を知らせてきました。正直これで良かったのか今もよくわかりません。病気になる前の私と回復した後の私は同じ人間のようでどこか違うのかもしれません。もしかしたら脳がもう無理をしないように敏感に反応するようになったのかもしれない。その後1週間ほどで頭のもやは少しずつ薄れ、感情も戻っていきました。しょうがなかったと今は思うことにしています。私の就活はまだ終わっていません。遠回りかもしれないけれど、
もう一度人生を立て直したいと思っています。その後、頭の中を空っぽにしたくて、富士山が目の前に見える場所に行ってきました。その時のことはまたお話しします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。